皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画では今年の2月に購入したユニクロ U の2021年春夏コレクションエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖をある程度着古した後の状態を紹介します。このアイテムを購入したのは2月ですが、実際に着用を始めたのは4月以降です。5月以降についてはこの T シャツをルームウェアとして着用し始めました。そして今現在6月下旬の時点で1枚あたりの洗濯回数が20回を超えましたので、ここで一度製品の状態をレポートしようと思い立ちました。この製品の購入を検討している方やすでに愛用している方の参考になれば大変嬉しいです。動画の後半では実際に着用して寸法変化も込みでレポートしますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに洗濯についてですが、特にネットには入れずに普通に洗濯して乾燥機は使用せずにハンガーに干して乾かしてきました。特に丁寧に洗ったり干したりということはしていません。まず素材の表面の雰囲気についてですが、若干の毛羽立ち感はあるものの、特にくたびれたという印象にはなっていません。表面のツヤ感はある程度減りましたが、ゴワゴワした印象にはなっていません。20回以上洗濯した割には生地そのものの劣化は少ないと言ってもいいのではないでしょうか。次に袖口や裾の縫製箇所を見てみましょう。特に縫い目がほつれたり伸びたりといったことは起きていません。ロックミシンで処理されている部分もボソが出たりといったことは起きていません。このあたりのしっかり感や安定感はさすがユニクロです。次は T シャツで最も気になる襟です。襟についてはやはりそれなりに伸びやだれが見られます。こうして動画で見ていても襟端のよれやだれ感が伝わるのではないでしょうか。ただし一点注意していただきたいのは、私は一切襟が伸びないように対策をしてこの製品を扱ってきたわけではないという点です。あくまで無造作に何も考えずに洗濯をして干してきました。洗濯の時に例えばネットに入れて洗濯をしたり、干す時にも襟が伸びにくいような干し方をするなど、それなりの対策をすればまた違った結果になったのかもしれません。あくまで襟の伸びに対して特に気を使わずに、ただ洗って干しただけであるということは割り引いてこの結果を受け止めた方が良いと思います。またホワイトとライトグレーとを比べても若干の差があります。この2枚は交互に着用しているので洗濯回数はほぼ同じになりますが、こうして並べてみるとホワイトの襟の方がやや大きく伸びているように見えます。襟端の余り具合を見ていてもそれなりに差があるように見えます。同じ製品の色違いとはいえ、やはり色が違えば同じクオリティの生地とはいえ硬さや風合いに若干の違いは出てくるものです。その結果として今回はホワイトの襟の方が少し伸びやすい素材に仕上がったということなのだと推測します。いずれにしろ T シャツの襟の伸びというのは洗濯をある程度繰り返せば避けられない問題であると認識しています。なので今回この T シャツの襟がこの程度伸びたことは想定の範囲内と言える結果でした。むしろルームウェアとして着る分には特に気にならないレベルであるとさえ感じています。この辺の感覚は人それぞれの期待値によって変わってきますが、私としては20回以上の洗濯でこの程度であればぜひ来シーズンも購入したいと思える満足度です。それでは実際に着用して寸法の変化を見ていきます。参考までに私の体型は身長180センチ、体重66キロです。コーディネートは私がこの T シャツを普段使用しているままの格好です。この時期のルームウェアとしてこの T シャツを活用しています。ちなみに眠る時もこの格好のままです。ボトムスはパタゴニアのメンズバギーズロング7インチ、ブラックの L サイズを履いています。サンダルはこの時期の室内履きとして愛用しているビルケンシュトックの EVA 素材のアリゾナです。ホワイトのサイズ42を履いています。トップスはユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖、ホワイトの XL サイズで洗濯回数は20回以上です。新品の時に計測した寸法と今現在の寸法はこのようになっています。加えて画面左側には新品を着用した状態の画像を載せておきます。数値としては見丈で3センチ近く縮んでいる以外はほぼ誤差の範囲という結果でした。
横方向での縮みはほぼ発生していませんでした。御嶽のマイナス 2.8 センチという結果はやや大きいものの、横幅ではほぼ誤差の範囲しか変わっていないというのはかなり優秀な結果であると言えます。このくらいの寸法差に収まってくれていれば、こんなはずではなかったということにはなりません。ただし乾かす時に乾燥機を使ったりすればもっと大きく縮む可能性はあるので、あくまで普通にハンガーで干して乾かしてきた結果として参考にしてください。こうして見てみると襟は確かに少し広がってルーズに見えている印象ですが、全体的には洗濯を繰り返した T シャツによくありがちなくたびれ感といったものはあまり感じられないという印象です。ただし新品の時の光沢感のようなものは若干失われてはきています。それでも洗濯を20回以上してきたということを考えれば、十分優秀な製品であるということに変わりはありません。この製品の価格は現在税込みの定価で1500円ですが、価格以上に価値のある製品だと感じています。続いてはもう1枚のライトグレーを着用してみます。こちらも新品の状態での計測結果と20回以上洗濯した後の計測結果を出しておきます。結果はホワイトとほぼ同じ結果でした。御嶽については3センチ弱の縮みで、その他についてはほぼ誤差の範囲という結果でした。全体の質感もホワイトと同様で、生地表面の光沢感のようなものはなくなってきましたが、くたびれ感のようなものは出てきていないという印象です。襟についてはホワイトに比べればこちらの方が伸びは少ないという印象です。こうして新品の状態との外観を比較してみると、ホワイトとグレー両方に共通して言えることは、御嶽ではやや縮みがあるものの、横幅のフィット感はほぼ変わらず、襟は少し伸びやだれが発生して、生地表面の光沢感が薄れてくるといったところです。今回このように洗濯を20回以上した後の状態を確認してみて、意外に感じたのは横幅の縮みの少なさです。この製品の素材は綿が 53%、残りがポリエステルという素材ですが、やはり半分以上が綿でできている素材なので、洗濯を繰り返せば当然横方向にもある程度縮むものだと思っていました。ところが今回の結果は御嶽ではある程度縮みがあったものの、横幅ではほぼ縮みがなかったということに驚いています。このくらい寸法に安定性があるということは着る側にとっては非常にありがたいことです。あとは縦方向の縮みと襟部分の伸びが軽減されれば完璧な T シャツと言ってしまってもいいのではないでしょうか。ユニクロはこういった定番的なアイテムを表面的なデザインは変えずに毎シーズン改善していくという傾向があるので、次のシーズンの製品にもかなり期待しています。今回の動画の内容がこの製品の購入を検討している方やすでに愛用している方にとって参考になれば大変嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。